はいどうもこんにちは。マーブラック乗り物 TV でございます。皆さん、令和6年6月に自動車の車検が厳しくなるのご存知ですか？今回はですね、こちらの令和6年6月からヘッドライトの基準が厳しくなることによって車検が通りづらくなるという内容をお話ししたいと思いますので、ぜひとも最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、車検が通りづらくなるということなんですけれども、この令和6年6月から何が厳しくなって車検に通りづらくなるのかと言いますと、ヘッドライトの検査基準、これ M さんは知ってる？明かりがつくかつかないか。って思うよね。これね、明かりがつくかつかないかだけじゃなくて、主にヘッドライトの色、ヘッドライトの明るさ、ヘッドライトの光軸、この3点なんですよ。この3点が合格基準に達してるか達してないかで車検の合否が決まるんですよ。このヘッドライトに関してはね。そしてこの令和6年6月から何が変わるのかと言いますと、ヘッドライトの検査ってなんか機械がウィーンってヘッドライトのところに合わせて光軸とか光の量を検査するような感じになってるんですけども、これ今現時点の段階ではまずはヘッドライトのロービームを検査するんですね。それで不合格の場合に関してはハイビームを再検査するという風になっておりまして、これもそもそも本当はヘッドライトのハイビームからの検査だったんですよ。それが改正されてヘッドライトのロービームで検査しますように切り替わったんですね、数年前に。なんだけどもヘッドライトのロービームで検査すると昔の車は不合格になっちゃうのがすごい多かったんですよ。なので急遽ヘッドライトのロービームで検査した後にダメだった場合に保護策としてハイビームでも検査するようになったんですね。それでなんとか昔の車でも車検が通るようになってたんですけども、それが今度令和6年の6月にそのヘッドライトのロービームの検査がダメだった場合のハイビームの検査がなくなってしまうんですよ。6月6日ですね。6月6日。6年6月ですよね。そう、いい加減にしろことやろ。はい、そうなんです。令和6年6月からそのハイビームの検査がなくなってしまいますんで、大変なことなんですよ、これ。では、どんな車両が車検通りづらくなってしまうかと言いますと、マーブラが乗ってるワゴン R FTS リミテッドなんでしょ？あれもこの間、車検ほら、ヘッドライトで3回行ってんじゃないですか。それは違うじゃん。3回のうち1回はマーブラがほら接続し忘れててライトがつかなかったっていうのがあるんだけども、2回だよ。3回行ってるんです。3回行ったうちの2回だよ。やらかしたの。そうでもないんです。あ、違うの？はい、1回目は光量と光軸が合わなかったんです。うん。そしてヘッドライトを純正に戻して、そして2回目は配線つなぎ忘れててダメで3回目で通ったんですね。それでその時に光量が足りなかったんですよ。1回目ってことでしょ？はい。で光軸も違う。で光軸は予備車検場で解決しました。で光量はスモーク塗装のやつをやってて厳しかったんで、それと車外の LED ランプを入れてたので通らないですよって言われて、純正の HID に変えたということでクリアしたんですよ。はい。そしてどんな車のヘッドライトが車検通りづらいかと言いますと、はい、こちらです。こちらのいわゆるリフレクタータイプ、こちらのヘッドライトが非常に通りづらくなります。
その今入ってるレンズのこと？このヘッドライトは電球がパッと光って、その光を後ろの反射板が照らしてライトを照射するじゃないですか。このタイプが車検通りづらくなっちゃうんですよ。これが 100% 通らなくなるわけではなくて、主に3種類のパターンの場合は車検が通りづらくなります。まず1つ目、ここの表面のレンズが黄ばんでる車両、へえ。よくあるじゃないですか。うんこれってなんでかっていうと、ヘッドライトの曇ってることによってヘッドライトの光を拡散させちゃう、グレアって言って乱反射させちゃうんですよ。へえ。それによって当たらなければいけないところに光が当たらないことによって光量が足りないということによって、まず車検が通らなくなる。そして2つ目はこの裏側のリフレクターっていって鏡の部分あるじゃないですか。うんここの部分が劣化によって剥がれてきたりとか、または車外の HID とか劣化によって曇っちゃってる場合、内側が。はい、うんそれなんかはやはり同じくグレアって言って乱反射しちゃったりとか、余計なところ照らしちゃったりとか、あとは光量自体が反射しないんで光が足りなくて、それで車検が不合格になるというのがあります。そして3つ目、これは最近の人たちはどうしても多くなってしまうんですけども、このリフレクタータイプって H4 バルブ、ハロゲンタイプの電球が多いんですよ。なのでライトが暗いんですよね。それだから皆さん暗いからって言って車外の HID を入れたりとか車外の LED を入れたりとかやるんですけども、この H4 バルブの状態に HID とか特に車外の LED バルブを入れた人たちなんかは、純正の発光地点と車外の LED の発光地点って微妙に違ったりするんですよ。それなので今度はその車外の LED 入れてる場合に関しては光軸が出ないんですよ。光軸ってラインのこと？光の照らしてる部分がちゃんと適正なところに当たってるかっていうのが出なくなっちゃうんですよ。なのでその3つのパターンに該当する人たちっていうのは今度の6月からの車検は非常に厳しくなります。ということなんで、これが今年の6月から厳しくなる基準なので、この状況下で該当する人お気をつけください。はい。じゃあ5月までに車検受ければいいんだね。まあもし車検は1ヶ月前から受けられるけども、うん。 7月以降の人たちっていうのはもう厳しいよね。もう早めに車検切り上げて受け直したらダメなんだ。だから車検が切れる1ヶ月前だから。じゃないとダメなの？あ、それから1回車検を切っちゃうとかね。そわざわざそこまでする必要ないでしょ。ということでそのまま乗り続けてしまって、令和6年の6月以降に車検がある人っていうのは車検が通せない、いわゆる今乗ってる車が乗れなくなってしまうということがあるので注意が必要となっています。はい、私分かったよ。はい、それ車検通らなかったら、はい、その表面のガラス割っちゃえばいいんだよ。はいむき出しのままのライトで走ればいいんだ。レンズが割れてたらそもそも車検通れないんでダメです。そうなの？はい、そういうルールもちゃんとございます。そうなの？あなたみたいな人がいるからダメなんです。じゃあ懐中電灯とすり替えちゃう。ダメです。ダメなの？だからそれこそ懐中電灯の光なんて光が暗いからうん。車検に通らない。今すっごい強いのあるじゃん。でもあんなんだってダメです。ダメなの？車内からオンオフができないとダメとか、ダメダメうるさいね。そういうのがあるんでダメ。ちゃんと適正な基準があるんで、はあそういうどうにかこうにか悪い手口で抜け出そうとするのは M さんだけしかいません悪ので、くない。そういう真似はしないでください。そしたらどうすんの？そしたらですね、対策としては2つあります。お1つはこれは正直グレーなラインです。これ実はですね、このリフレクタータイプで仮に新品のヘッドライトに変えるとするんじゃないですか。うん。例えばレンズが黄ばんでるとかリフレクターの方が
なんかボロボロになってるとかくすんでるとか、それで新品にするとするじゃないですか。ヘッドライト自体を新品にするの。そう、これ自体をね、うんこれ自体を新品にしてキラキラの透明なやつのレンズになったとするじゃないですか。うんただ私念のために軽自動車検査協会の検査官の人に聞いたんですよ。ほこれヘッドライトを新品にして純正のハロゲンバルブだったら車検は問題なく通るんですかって聞いたんです。ううんそしたらハロゲンバルブ自体の光量ももしかしたらダメかもしれませんって言われました。それ規格外じゃん。いや全部純正なんですよ。規格外を売ってどういうことなの？規格外っていうかだから時代に適応してないんだよね。ダメじゃん。だからもしかしたら純正のハロゲンバルブでもダメかもしれない。悪徳商法じゃんそんな。いやわからないの。だからそれはやってみないとわかんないんで、ほだから何とも言い切れないんですね。じゃあパワーを信じて入れるしかない。パワー、光のパワーを信じて。光量ね。うん。はいはいはい。だからあとは予備検査場で工軸調整をしに行った時に予備検査場の人に言われたのが、これからその6月以降に関しては車外の LED バルブを入れてる場合はほぼ通らないと思ってくださいって言われました。へえ。はい。なのでだいぶ厳しいかなと思います。そして対策として考えられるのは、一つはそのグレーなゾーンの対策としてのもう一つは、このハロゲンバルブで車外の LED になっちゃうんだけども、ちゃんとした明るいヘッドライトのやつでプロジェクター式のやつ、これマーブラほらベレーノさんのプロジェクター式ヘッドライト入れてんじゃないですか。これだったら光量もあるしロービームもプロジェクター式のライトになるんでカットラインすごいしっかり出るんですよ。それでやったらもしかしたら通るかもしれないっていうのが一つ目のパターンですね。はい。はい。そして2つ目の対策、これはワゴン R 限定とかグレードによって違うヘッドライトを使っている車両に関することなんですけども、はい、こちらのですねプロジェクター式に交換する。そうすればこちらもプロジェクター式なんでカットレンズもしっかりと出るというのがあるんで、光軸なんかもしっかり合う。あとは純正がこちらは HID になってるんで光量もそれなりにあるというのがありますんで、こちらのプロジェクター式に変換するっていう方法があります。ただワゴン R じゃない車両でプロジェクターがないってなると、先ほど言ったもっとちゃんとしっかりとしたプロジェクター式の LED に変更するか、または一か八かでハロゲンランプで通していくか。多分ハロゲンランプであれば通るとは思うんですけども、ただ光軸がちょっと微妙だなっていうのが何とも言い難いところなのでちょっと難しいところなんですけども、通らない車を乗るっていう風にはいかなくなってしまいますんで、おそらくハロゲンランプではおそらく通ると思います。はい。ただ今の段階では検査官の人もって頭を悩めてました。はい、はい、ということでこのマーブラなんかが乗ってるワゴン R に関してだったらプロジェクターライトに変換するっていうのも手です。このプロジェクターライトに変換するにあたって配線処理が必要になっちゃうんですけども、配線処理をね簡単にするハーネスキットなんかっていうのも今販売されてたりとかするので、このワゴン R に限ってだったらこういうオプションのプロジェクター式に変換するっていうのも一つの手だと思います。ということでですね、こちらの令和6年6月からのヘッドライトの検査基準っていうのが厳しいので、非常にねこれ不合格になる車両が多くなるんではないかと。じゃあ世の中から車が多数消えるんですね。消えるというか不合格になってしまう車両がすごく多いんじゃないかなと思います。これその以前にもともとはほらハイビームの検査って言ってたじゃないですか。なんだけどもロービームに切り替わったんですね。はい。でこのロービームに切り替わった時すでにそのロービームにした時に不合格者があまりにも多かったからって言って不合格だった場合はハイビームの検査も再検査しますよっていう対策案が出てたんですよ。それだったんだけども時期を得てそのロービームだけになっちゃったってことは、また結局ロービームで合格できなかった車両っていうのはまだまだあると思いますので、残念ながら
不合格者が多くなってしまうというのがあるんで、これねマーブラみたいにいわゆる旧車って言われてる車両を乗られてる視聴者の皆さんはこれ結構死活問題です。もともと期限はあったの？いついつまではその緩和しますよっていう。だからそれが令和6年の5月まが期限で、で、はい、だからその間はいついつまでにしてくださいよっていうの分かった最初はどこからだったの？本来だったらもうヘッドライトロービームの検査に切り替わりますで終わってた。だけども不合格者が多かったから、じゃあ急遽ハイビームを再検査しますにした。それが今度の令和6年の5月で切れちゃうんです。その猶予が2年とか3年ぐらいあった。数年あったと思います。はい、じゃあそれは周知されてた？周知はされてました。整備している人とか車検を自分で通してる人とかでね、じゃあ周知はされてたんです。乗ってる本人たちはそういう感覚がはいまだ浸透してないってことだよね。ご自身で車検を通さない人たちっていうのは、その車検を通してる業者さんとかから言われない限りは知らないと思います。そうだよね。はい。じゃあどうしたらいいの？なのでだからさっき言ったじゃん。うん、プロジェクター式に変更するか、またはヘッドライト自体をプロジェクター式に交換するか。それ以外の車両に関してだったら、一回純正ハロゲン球で通してみる。純正ハロゲンっていうのはやはり光軸がちゃんとしっかり取れてるんで、それで実際どうかだよね。だからそれかもしかしたらまたその運輸局の方がやはりその年式の古い車に関してはハイビームでの検査を OK にしますよっていうのがあるかもしれない。あまり多かったらでもそうなっちゃうよね。最悪ね、もう古い車一切乗れなくなっちゃうっていう風になっちゃうからね。トラックなんかはもう新しい車が多いだろうけど、ね、乗用車ではやっぱ古い車が好きな人たくさんいるから、ね、ライトごと変えますって言ってで古い車だったらもう部品がそもそもないからね、規格がもうその昔のものってことでしょそうだから排ガスみたいに何年式の車だったらいくつの基準値とかそういうのにしないと通らない車っていうのは非常に多くなってきてしまいますんで、そこら辺もどうなってくるのかなっていうのが今後の課題ですね。もしかしてさ、外付けライトつけろとか。外付けライトは外付けライトでフォグランプの扱いになっちゃうんで、じゃあダメなんだ。また違うライトの部類になっちゃうんで、フォグランプっていう部類になっちゃうんで、しかもフォグランプも2つまでじゃないといけないとかっていうルールもあって、そうなんだ、3つ以上つけてはいけないとか、そういうのがあるんですね、だから最近の車っていうのはプロジェクターのヘッドライトがものすごい多いんですよ。あれもしかして商売しようとしてる？商売なんで交換します、受けたまわります。いや交換できないよね。できないの？マーブラが乗ってる車両のワゴン R だったらプロジェクターに変換するっていうのは簡単にできるけど、他の車両の場合だったらグレードによってプロジェクターに変わるっていうのがない車両もあるから、作っちゃえばいいんじゃん。作れない。できないんだ。そんな簡単には作れない。穴開けて突っ込めばいいんじゃないの？そういう問題じゃない。違うの？お前貼ったなんでだよないものは作ればいいんだよ。ということでもう話切り替えますけども、これ結構ねほんと死活問題になってくるんで、今後の令和6年6月以降のヘッドライトの検査基準っていうのはね、旧車に乗られてる方は皆さんよくチェックしておいてください。これね本当に死活問題になっちゃうんで、車が乗れなくなってしまうっていうのも、大好きな車に乗れなくなってしまうっていう可能性も十分ありえますので、今後ともこの情報にね目を離さないようにしといていただければなと思います。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、共有とかね、または他の動画がね気になった方なんかはチャンネル登録や、今後の新しい動画が気になる方なんかはベル通知のマークをオンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンに、チャンネル登録をオンにしていただければなと思います。 M さんなんかある？私分かったの、そのライトのね死活問題をね、完全に打破する方法、なんですか？どうせくだらないんでしょ。そんなことないよ。この世界から夜をなくせばいいんだよ。かっこいい、言うことだけは一発だな。はい、ということで最後のマーブラじゃんけんでございます。いくよ。マーブラじゃんけんじゃんけんぽい。皆さんは勝ったかな？マーブラに勝った方は今日一日いい一日が過ごせます。マーブラに残念ながら負けてしまった方は
今日はお財布を落としてしまうかもしれませんので、お財布をなくさないように用心深くお財布を持っておいてください。ということでまたお会いしましょう。さよなら。